今回もお弁当を作るんでお弁当箱を選ぶわけですが、どれがいいですか？僕はこのおにぎり専用弁当箱がずっと引かれてます。これ上におにぎりって下におかず入るんですよ。あ、そういう仕組みなんですそう、これを全部おにぎりだと思ったでしょ。はい。なほななほな。だからこれちょうどいいんですよ、案外。あ、なるほそうね、女性だったらこの中ね、フルーツ入れたりして。ど。なるほどなるほど。ね、フルーツの隣に卵焼きあったり唐揚げあったりして、あ、嫌だよねあれね。今回はこれを使います。はい、なぜこれを選んだかというと、今日はてりたまライスバーガー弁当という、お弁当なんですね。割とちょっと深めなんですよ。で、深めの特性っていうとやっぱ重ねていくこと。だから丼とかも向いてるし、お米の上に乗せられるお弁当の時にすごく綺麗に、あと丸っていう形がやっぱりね詰めやすい。だからこういう四角いお弁当箱でご飯の上に乗せるお弁当になると全面ってわけにいかないじゃないですか、量多くなっちゃうと。なるほど。らその難しさがあるからね、サイズ的にもこのぐらいのサイズがいいですね。ちょっと小ぶりな。そうね。じゃあこれを使ってお弁当作っていきます。万能照り焼きだれ、この煮切ることでねっとりとこってりと仕上がるというか。今日は2枚入れてますね。薄いやつを2枚。ご飯、肉、卵、米、お肉で、さらにタレ、ライスバーガー弁当。照り焼きバーガーです。まさにてりたまライスバーガー弁当ですね。豚ひき肉でハンバーグ作ります。豚ひき肉、玉ねぎ、薄力粉、塩、黒胡椒で、万能照り焼きだれ、これよく作ってストックしてあるんですけど、今日はちょっとだけストックできるぐらいの量で作ります。お酒、みりん、醤油、砂糖、それから目玉焼きやるので卵、サラダ油、それからマヨネーズをちょっと間に挟みますね。それから付け合わせ、ピーマン生姜炒め、ピーマン生姜塩だけですね。はい、じゃあ早速やっていきますが、まずみりんと酒だけ入れて半量ぐらいに煮切ります。ここが大事ですね。この煮切ることで結構ねっとりとこってりと仕上がるというか、アルコール飛ばすだけじゃなくて煮切ってあげることで、強火すぎるとこの蒸発してる水蒸気にもアルコール含まれてるから火ついちゃうんで、ちょっと一回沸騰させてからコトコトとやっていく感じ。そしたら豚ひき版ハンバーグですね、作っていきますね。玉ねぎ、あんまり玉ねぎ大きくない方がいいと思いますね。練って混ぜた時に外にこぼれ落ちやすい。そしたら豚ひき肉に玉ねぎで、薄力粉ちょっとつなぎで、塩、黒胡椒入れてよく練る。これは小さいぞ。あえてのこの小さいのなんですね。そうです。洗い物だってでかいボウルよりも小さいボウルの方が楽じゃないですか。はい。そう考えたらこの小さくてちょっとやりづらい黒の方がまだマシだなと思うわけですよ。間違えたのかと思う。で、間違えてはない、入ってるからね、ちゃんと。まあさすがにこのサイズでは普段やらないかもね。もう一個大きいのでやるかな。こんな感じかな。しっかりと粘りが出たら OK。 もうちょいですね。みりんが煮切られてくると色が濃くなってくるんで、まあ最初のこういうフライパンとか鍋に入れた時の傘を覚えておいて、そこの半分って目安をつけた方がいいですね。好きだった人気弁当は何だったんです自分の中でか？はい、お母さん。サバのそぼろかな、やっぱり。サバのそぼろ。サバのそぼろ。それまた渋いですよ。だからここではやってないんですよね。よくやるんですよ。でもあ思い出の味系でやっぱり、ね、子供がすごい好きな味。あ、そうか。こんぐらいですね。色結構濃いでしょ。今半量ぐらい。じゃあここにお砂糖でお醤油入れて、でさらに詰めていく。でここから先はお砂糖が入ったんで、濃縮していくと要はとろみが出てくるんですけど、そのとろみの見極め方ですね。あとはね、詰めすぎると硬い。例えば冷蔵庫で保存して冷たく冷えた時にこう瓶を逆さにしたらとろーっと落ちる感じぐらいがベスト。でこのタレは例えば鶏の普通につくねとか鶏もも普通に固形のやつ焼いてとかでもいいんですけど、まあ、豚肉でもいいです。このタレがあればさっさとできる。だからお弁当には結構いいですね。これ熱い状態の時と冷たい状態の時と粘度全然違うので、それも要注意ですね。全然とろっとしてないとろっとしてないっていうと冷ましたらガチガチに固まっちゃうんですよ。
もう一息。今回の分量で多分1人前のお弁当お肉とか焼いたとして3回分ぐらいかな。OK ですね。泡がこういうふうにもわーって上がってくる感じ。そしたらボウルに移し替えて、でちょっと氷に当てて今日は冷やしちゃいます。通常だとこのまま室温に冷まして保存容器に入れて、で冷蔵庫、はい、ちょっとこの状態で置いておきますね。そしたらハンバーグ焼いていきます。手水濡らしてくっつかないようにして、今日は2枚焼きますね。薄いやつを2枚。あとは重要なのはですね、このお弁当箱に詰めるわけじゃないですか。入りきるサイズでかつ映える感じ。映える感じっていうのは全面にこのお肉がいくよりもちょっとだけ隙間空く感じ。そしたらそこに副菜詰められるんですよ。だからこういうふうにちょっと合わせてペタペタ広げていく。薄いお肉だからね、火通りもいいし。この状態でラップかませて冷凍しといてもいいですよね。こんな感じ。これに対してこんな感じ。そしたら油引かず。豚ひき結構油あるんで。で火つけて焼いていきます。ジュージュー音がしたら蓋をして焼いていきます。片面1分半ぐらい。じゃあこの間に副菜の仕込みしちゃいましょう。すごく簡単にしました。ピーマン種取る。で生姜。で生姜は千切りですね。でちょっとお肉様子見ます。いい感じね。すぐ火が入るから。どうでしょう。もうギュッとして締まってれば OK ですね。取り出します。後で盛り付けます。多分このままでいいので、サラダ油このまま生姜炒め、もうさっとほんと炒めるだけ。ちょっとこれくったりさせてあげる感じ。塩、OK。さあ続いて卵焼きます。油でしっかり熱して、で卵もパカーンって割るじゃないですか。わーって広がっちゃうと入らないんですよ。それ要注意。端の方にで広がっちゃったら寄せる。こうやってで、まあ本当はね半熟の方が美味しいんですよ。でもお弁当なんで蓋して割とじっくり火入れていきます。今これでこのぐらいの感じです。とろっとしました。モローンって感じ。このぐらいの方がね使い勝手はいいと思いますね。いい感じ。そしたらここまで来たらもう裏面も焼いちゃう。こうやって裏もや。じゃあ君火入る早いから、そろそろ詰める準備をしていきます。まずご飯。ご飯いきました。ほい。で乗せると。でここにさっき作ったタレ1杯分ぐらいかな。で隠しマヨネーズをします。でさらに米。挟むんです。そうだからライスバーガー弁当。
でさらに上からもう一回タレ、ご飯に染みちゃっていい。で隙間にちょっとシンメトリックに入れると、なんとなく形が良くなる感じ。はい、完成です。ワクワクのタイミングですね。缶と開けてお肉が1枚ちょっとわーってならない？なります。なりますよね。男子嬉しいお弁当です。ね、男子嬉しいお弁当で、はい。サイズもそんなにねめちゃめちゃ大きいわけじゃないから女子でもね食べきれる量だと思うんですけど、じゃあ下の肉を断ち切って卵といいよいただきます。うまっ。照り焼きバーガーです。まさにライスバーガーになってるよ。副菜に味付け塩だけ、このぐらいでいいんですよ。お塩と生姜と油だけ、今回照り焼きなんで、ちょっとこってりしてるじゃないですか。でそれさっぱりする、であとはその食感ですけどね。お肉の食感柔らかいから歯触りのいいものを副菜で入れておくと食べ終わった時に満足感があるっていうかね。てりたまライスバーガー、ご飯肉卵ご飯お肉ね、ぜひやってみてください。